こんにちは、グリプトです。米雇用統計前ですけども、市場では米株、ゴールド、そしてビットコインですね、全部上がってる展開となっています。で、その要因と思われるものもありますんで、仮想通貨関連の動向も含めて、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日もポジレガーファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万8900ドルあたりを推移しています。発表された指標の方では、米 ADP 雇用者数、他米指標がありました。ADP 雇用者数は予想以下となってまして、また FHFA プルテ長官の発言もですね、ベドレス要因、利下げ圧力になっています。ただ MBA 住宅ローン申請指数、チャレンジャー人員削減数は回復してまして、こちらはドル高要因になってますね。あと他では M2 マネーサプライが過去最高を更新したのも話題になってまして、こちらは貨幣供給量の増加を示していることから、今後インフレを示唆するものになっています。今米株、原油、ゴールド、ビットコイン、全部が強いですけども、こういうのも背景にあるのかなと思いますね。ドル円は 143.5 円台、SP500 は再度 AT1 更新と、ビットコインは一時ですね、11万ドルの攻防となっています。あと個別株の方では全体的に上がってるんですけども、それぞれファンダも出てまして、まずコインベースがトークン管理スタートアップリクイファイを金額非公開で買収となっています。トークン化事業を強化するための買収と見られてますね。株価も調整傾向でしたけども、プラス 5.7% と反発してます。あとはサークルですね。これどっちかというと、オンチェーン関連ですけども、クロスチェーン流動性ソリューションゲートウェイが7月にテストネット公開となってます。今までのトークンのチェーン間の移動はですね、ブリッジプロトコルを使ってガス代支払って、イーサチェーンから他のチェーンに移動させる。で、少し待つと着金する。で、残高も各チェーンごとでそれぞれ確認するという状態でしたけども、このゲートウェイはですね、バラバラのチェーンで保存されている USDC の残高も合計で表示できるようになると。で、そして従来のブリッジで課題だった、少し高いガス代とかですね、あと着金まで時間かかるとか、そういったところも解消できるとしてますね。サークルの株価は200に到達する前に折れてですね、177ドルとマイナス 7.56%、比較的弱くなってますけども、こちらも再度200ドル回帰できるのか注目ですね。あとはマイナーのハット8がオンタリオ州の電力事業者 IESO と天然ガス発電所4基5年間の電力容量契約を締結しています。合計310メガワットの定額容量契約、今後のビットコインマイニングが強化されるとしています。株価はプラス 14.07% と比較的強くなってますね。あとトレジャリー系では、ジーニアスグループが 20BTC 買い増し、ソフォイルは 120BTC となっています。あとはビットデジタルがグリーン州発行で 1.63 億ドル調達、こちらもイーサの購入に充てられるとされています。株価もプラス 13.8% と強くなってますね。あとは DeFi デベロップメントコープが転換社債を発行して死亡で 1.1 億ドル調達することを発表しています。このうちの7560万ドルがプリペイドフォワードの資金、残りの4000万ドルがソロの購入に充てられるとされています。株価はマイナス 2.95% となってますね。あとは中国のアデンタックスグループがビットコイン財務戦略を 12,000BTC に増額しています。前回は 8,000BTC としてましたけども、そこからさらに増額となってますね。ただこのアデンタックスはですね、計画は発表するんですけど、具体的に動いてないというのがもう知れ渡ってますね。で、株価も一時急騰してますけども、その後は落ちています。あと ETF 関連では、グレースケールの仮想通貨系ファンド GDLC の動向が注目されてますね。で、この GDLC はビットコインが 80%、イーサが 11%、で、残りは XRP、ソラナ、エイダなどで構成されているものなんですけども、7月1日に SEC から ETF への転換が承認されて、界隈の一部がですね、アルト ETF の承認がまた近くなったと、騒いでたんですけども、今回 SEC が再度承認を再検討するという発表をしています。で、理由が明らかにされてないんで、界隈でまた若干騒ぎになっているといった状況ですね。こちらの今後の進捗にも注目です。昨日の ETF は現時点ではプラス4億ドル相当となっています。前回の流出で
連続流入記録が15日でストップとなってるんですけども、再度流入傾向となってますね。香港は更新なしとなってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 9.35%、751億ドル相当と急増しています。オーダーブックの状況としては、上は10万9900、下は10万6300あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては、本日7月3日に米雇用統計、米 ISM 非製造業景気指数、7月4日が米市場の休場日、7月9日に FOMC 議事録などが控えています。昨日ですね、すでにレンジの下のサポートに到達してて、米雇用統計 ISM 前に耐えられるのかという話してましたけども、現在はね、もう抵抗を抜けた展開となっています。ショートの生産も目立ってますね。で、今回の ADP 雇用者数も予想を下回る結果となってるんで、米雇用統計も下回る警戒が少しは出てるのかなと思うんですけど、今回の指標が終わるとですね、しばらく需要指標もなくて、米市場も休みに入るんで、ポチるなら全部終わってからにした方が良さそうな気もします。指標としては本日21時半に米雇用統計、23時に米 ISM が控えています。それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在2570ドル、BTC だっては 0.0236、先物の方では OI は全体でプラス 6.0%、341億ドル相当。昨日の ETF は現時点ではプラス 0.45 億ドル相当。香港は更新なしとなっています。イーサーの BTC だっても時間足ではですね、抜けてますけども、日足はレンジの抵抗に到達した展開になってますね。こちらも本日の雇用統計次第になると思いますけども、このタイミングで上抜けするのか、それとも折れるのか注目ですね。あとその他の動向では、米証券業金融市場協会 SIFMA が株式トークン化に反対する声明を出したことが注目されています。最近ですね、各所でアールドブレーカー推進が話題になってますけども、この SIFMA はですね、株式トークン化には投資家保護や監督規則が不明確で重大な懸念があるということで、SEC に対してですね、トークン化の規制免除を拒否するよう要請しています。これも既存金融の利権を守るための動きと見られてますね。あとはアリゾナ州の押収した暗号資産を準備金にする法案 HB2324 がホッブス知事によって拒否されてます。理由としては、暗号資産を地方の管轄権から移すことで地方の法執行機関、職員の没収に取り組む意欲を削ぐことになるということで拒否となっています。やっぱりホップス知事厳しいですよねちょっとでも穴があると拒否されてしまう。今後また新たな法案がですね、アリゾナ州で提案されるのか注目ですね。あとはトランプ一家が暗号資産プロジェクト関連で 6.2 億ドルの収益を得ているという報道も出てますね。ワールドリバティフィナンシャルのトークンの販売で 3.9 億ドル、トランプミーム販売で 1.5 億ドル、他 NFT などが挙げられています。これも利益相反問題で取り上げられそうな話題になってますね。あと他ではドイツ銀行の子会社 DWS やギャラクシーの合弁会社オールユニティが米フィンライセンスを取得、ユーロステーブルユーロ AU を発行予定としています。先日もですね、ドイツ銀行のカストデイサービスの展開の件も取り上げましたけども、ドイツ方面での話題が多くなってますね。あとアルト関連ではリップルが米国で銀行ライセンス申請、ステーブル RLUSD を展開するための動きと見られています。先日のサークルの動きと同様ということで、注目されています。あとはこれも先日取り上げましたレクスシェアーズのソラナのステーキング付き ETF SSK が取引開始となっています。出来高も3300万ドルほどと好調と見られてますけども、こちらの今後の進捗にも注目ですね。アルトのチャート的には、まず XRP ですね、2.3 ドル超えられずに再度下に向かっています。こちらも米株と比べると弱い展開続いてますけども、日足のサポートを守りつつですね、2.33 の攻防に再度迎えるのか注目です。あとはソラナですね、こちらも同じような形状になっています。日足では140の抵抗を抜けてますけども、サポートを守りつつ再度上に迎えるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。個人的には日本株のトレジャリー系の方がね、若干落ち着いている印象ありますけども、まだバブルが続くのか注目です。
何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。